never to snap out of the illusion. はい、皆さんご安全にゆうです。今日は名古屋モーターサイクルショーのライブ配信見てくださった方いると思うんですけど、そこに登場していためちゃめちゃかっこいいカフェレーサーを制作するモーターフォースさんっていうショップさんに来ちゃいました。お邪魔します。わー、こんにちは。素敵なお店、よろしくお願いします。オーナーさんの、山田さん。山田と申します。山田さん、よろしくお願いします。いや、すごいかっこいい。めちゃめちゃ感動してます。ありがとうございます。一見こういろんなバイクがあるなって感じなんですけども、はい、うちはやっぱり今人気があるのが BMW のカスタム、あ、ここの3台そうですよね。わー、年代車両なんですけど、90年代とか80年代とか、そうですね、80年代前半から90年代まで、まずパッと私の個人的な好み言っちゃっていいですか？はい、これやっぱかっこいいです。色合いも何とも言えないタンクの深い緑というか、黒、ほぼ黒なんですけど、外に出るとね、また全然違う表情が。乗ってみたいな。ぜひインプレッションをしていただいて。いやー、このインプレッションってなかなか手強いですね。初めてやるタイプのインプレッション。エンジン変わってるんですか？エンジンは特にチューニングはしてないですね。はい。ノーマルで排気量いくつでしたっけ？これは 1000cc です。1000か、そっかそっか。500がついてる。私の倍ですね。SR500 の。これトグルスイッチですよね。これ何ですか？これウインカーがここに。細かい、なんか今ちょっとしたタッチの操作で。そうですね。これよく操作間違えたりして、あとホーンがあったり、あとヘッドライトですね。あとセルのスタートボタン。このタンクベルトとか、この辺のシートはどうされたんですか？このベルトはですね、イタリアの職人さんが作ってる人がいて、で現地でオーダーして作ってもらってこっちへ送ってもらってます。はい。シートなんかはもう自社で製作してますので。これもすごい。おお。これもモトガジェット？モトガジェットです。こんなのあるんですね。かっこいい。これもシートも綺麗ですね。ありがとうございます。ビアードファクトリーさんってね、うちの外注さんが見えるんですけれども、そちらで作ったシートです。スクランブラー系も人気ですよね。そうですね。うちのラインナップの中ではスクランブラー系が今一番人気ですからね。一番人気ですか？個人的にはカフェが好きなんですけれども。私もカフェが好きなんですけど、でこれもすごい。これロケットカウルでカフェレーサーっていう感じですか？そうですね。これウインカー？ウインカーです。ちっちゃ。見てこれ。車検これ車検対応なんですよ。通るんですか？すごく明るい。あ、明るい。見て見て。私の指がこんな爪以下ですよ。全然小指の爪ぐらいの面積。すごいね。タンクはノーマルですか？全部。タンクはね、ノーマルですね。ノーマルの雰囲気を残したいっていうのがうちのテーマの中であって。いや、いいですよね。もともとのタンクの形がそもそもいいですよね。そうですね。BMW ちょっとね、特徴的なタンクしてますので。これだと、これかっこいい。川崎の W ですね。これもフレームをカットされてますか？そうですね。これもやっぱりメインフレームから後ろを主に作り変えて、でそれに合わせたシートを作ってるっていう感じです。テールライトも中に埋め込んでるんですよね。でウインカーもこの中にあります。同じところが光ってます。この前のねウインカーもかっこいいですよ。バーエンドで光ってます。軽いから結構女性とかにも良さそうですよね。そうですね。もともとのベースのねバイクがスリムなので、確かに最初のカフェレーサーとしてはいいベースですね。でも結構大きいこちらの6気筒だったり4気筒もベースとしては魅力的ですよね。これはホンダの CB7 班ですね。あ、7班。おー。F ってやつですね。これ全部塗装し直して綺麗にしてって感じですか？そうですね。やっぱりフレームの加工終わった後に一旦エンジンも下ろして塗装全部かけますので。すいません、失礼します。あ、すごい足つきがいいですね。やっぱシート変えてるからちょっと低くなるんですか？だいぶ薄くなってるんで、純正と比べたらね、足つきがいいかもしれないです。ブンブン。
か公道で走ってたら3度見ぐらいしそうですね。いや目立ちますねこれはまあ主に展示してあるだけみたいな感じなんですけど、でももしお客さんが来られてカスタムしたいっていうんだったら OK ですか？はい、これは受け付けます。今これお値段どのくらいなんですか？ベースで買うと。大体綺麗な車両だと300万超えてるんじゃないですかね。マジですか？これもこれは何ホンダの、CB500T っていうフェンダーないんだ。フロントフェンダー。なんか結構ないの多いですよね。ないのが多いです雨の日、そんなこと言ってらんないですねそんな利便性を求めない、かっこいいのが一番っていう。あれこれは十勝の、エメチャールですよね。ヒューさん乗られてましたもんね。900SS はこんなにでかかったっけなでもこんなだったな。すごい、こんなのよく乗れてたな今日は制作の現場までちょっとお邪魔できるということで、あとここでカスタムをしているオーナーさんにもちょっと出演していただくという、大丈夫ですか？はい、ということでモーターフォースさんのバイクを実際に製作している場所にやってきました。看板も出てない謎の秘密工場って感じです。いやーすごい、このホンダ CB のカフェレーサーが2台で、奥にBM が、これ多分モーターフォースさんのお客さんかな。たくさん今制作してるバイクがあるっていう感じなんですけども、ちょっとオーナーさんちょっと声かけてみたいと思います。こんにちは、すいません、よろしくお願いします。今日よろしいですか、撮影。はい、こんにちは。ありがとうございます。こんにちはもともとはアメ車車一本だったんですけど、モーターフォースさんの山田さんと知り合って一緒にバイクのカスタムをやらないかみたいな話からのどっぷりこっちの方へ来ちゃったという。もともとカフェレーサーっていったらやっぱツインとか短気筒っていうイメージなんですけど、それをちょっと新しいスタイルでやっていけれたらなと思って、こういうインライン系4気筒6気筒系を、僕自身が好きですから、こういう。これはちなみにお客さんのですか？これ僕のです。そうなんですね。ちょっと昨日乗ったんで、ちょっと今お掃除がてら本当ですか？よかったら皆さん乗ってみます。じゃあちょっと失礼して。おおすごいすごい前傾これだってすごい、めっちゃかかりいい。カフェレーサーでスカスカにするけどエンジンだけはこうそうなんです。マッスルっていうのがかっこいい。うわすごいこのメーター周りが美ですね。すごい無駄がない。これがハイローです。これハイロー。ヘッドにクラクション。もう名古屋モーターサイクルショーで飾ってあった CB の550と、あともう一つあったっていう、それの7班か、それを見てめちゃめちゃかっこいいぞって、これなんだっていう度肝を抜かれたんですけど、ここのお店何紹介してみたいな感じが、ライブ配信だったのにめちゃめちゃ注目されて、今日こっちの工場の方まで来てしまいました。この BM は何ですか？これはもう今モーターフォースさんの依頼でフレーム加工から全部やっちゃおうかな。構想中のやっぱ途中まで作っていかないと見えてこないもんもありますから。そうですよね。カフェレーサーの難しいところって、このパーツかっこいいけどバランスが悪いとあれってなる。取り合いをうまくっていうのがやっぱり実際つけてみないと試行錯誤ですよね。本当かっこいい。ありがとうございます。これ何ですか？こっちのもちょっと自分で自作してます。面白いエンジンを作って積もうかなというふうにちょっとチューナーさんと打ち合わせてますんで。この真ん中にあるやつもすごいですけど、これ何ですか？これも CBX なんですけど。これも CBX。そっか。本当だ、6気筒だ。なんかアクスタみたいですね。マフラーサイレンサーも。これそうですよ。本当ですか？オーナーさんがこのマフラーどうしても採用したいっていう液パイが、うわすごいですね。これもまた芸術的ですね。芸術的だと僕も思います。
なんかエアコンがないんですけど、エアコンなしでやられてるんですか？溶接したりとかバーナー使ったりとか、あと鉄粉とかがまあすごいんで、あんまり密閉するっていうことができないですか？こっち塗装ブースになってる感じですか？シートの作業場に来ました。革ジャンとかそういうのに使う系のお客さんのあとファッションに合わせて、こんなの色どうですかみたいなのとか、みんな飯とかの革のグッときますね。今顔の茶芯とかっていうといいねみたいなので、年月経ってて錆びてボロボロだったんですけども、ベースを板金するところから始めて、今ヨーロッパ系のこういうカフェレーサーが、皆さんちょっとまだ二の足踏んでるような状況なんで、確かに、あと結構多いのがどう乗っていいのか、そのファッション的な乗り方ってよく聞かれるんですけど、乗り方私も聞きたいです。どういうことが正解ですか？ファッションが難しい、どんな格好で乗ったらいいんですかなんてお問い合わせもいただくんですけど、別に僕は普通にジーンズに T シャツでラフに乗っていただけばいいと思う。もっともっと気軽にちょっと試してもらいたい。はい、じゃあ、モーターフォースさんの実際のお客さんに来てもらいました。はじめましてと言いたいところなんですけど、昨日ちょうどインスタのリール見てたら出てきて、めちゃめちゃかっこいいと思って秒でフォローしたんですけど、フォローしてもらいましたね。まさか昨日見たバイクが今日見れるとは本当に思わなくて。お名前、ニックネーム何ですか？マサルです。マサルさんです。これはここでもう完全にお願いして。そうです。3年前ぐらいだったんですけど。こだわりポイントはどこですか？車高が低めに作ってある。低い、確かに低い。なんかサスも柔らかいですね。そうですね。結構沈み込みますね。これは乗りやすそう。シートもふかふか、意外とこんなちっちゃいんですけど。この辺はもう好みで、もっと詳しくさせてもらうこともできますし、本当にオーダーなんでお客さんの自由自在にオーダーできるのがすごいですね。このメーター周りのこだわりってありますよね。そうですね。すごいすっきりしとるし、コンパスみたいな可愛いこのメーター、これどこのなんですか？これ元ガジェットの。これも元ガジェット。そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はじめまして、よろしくお願いします。お名前を伺ってもよろしいですか？大河内。大河内さん。またすごい色が素敵なんですけど、こだわりポイントとか。最初僕こういう形のスクランブラーをすごいこれかっこいいと思ってでオーダーしに来たんですけど、同じ BMW でロケットカウルついたやつがドンって置いてあったんですよ。でそれを見て、うわ、このセパハンロケットカウルの BM もすごいかっこいいなと思って。なるほど。セパハンなんて乗ったことなかったから、怖かったんですよ。でいろいろ練習しようと思って、で今ドゥカティ買って赤買っちゃったんで、派手だな、地味な色なんだろう、抹茶色だろうって話になって、抹茶で抹茶です。ある車の色の純正色なんですよ。これダイハツのエッセっていう軽自動車の車の。そんな色あるんですね。そんな色があるんですよ。じゃあエッセ見たらこれ思い出しそう。結構走ってます。ありがとうございます。はい、3人目の次のオーナーさんの登場です。どうぞ。お名前は何ですか？ニックネームでも。カズマって言うんですけど。カズマさん。よろしくお願いします。これベース何ですか？ダブルの150なんですけど。キャブの時代ですね。こういう形作れるのってここだけだったので、カフェのタイプに作ってもらいました。じゃあ結構お任せというか、このお店っぽくしてくださいって感じでした。そうですね。ちょっと華奢で重たいものが取り回せない、いるだけ軽くて大柄良かったので、それで作ってもらいました。すごい。お願いします。大丈夫か、私運転できるか。
時々の市場です。エンジンに火を入れると案の定一瞬左右に横揺れします。この振動がたまらないですよね。アクセルを開けるとうなり声のような音がマフラーから響いてきます。これは走っていてめちゃくちゃ存在感がありますね。オーラが全く違います。このバイクが逆シフトに改造されていて、初めギアチェンジを間違えたりちょっと慣れなかったのですが、しばらくすると体がバイクに馴染んできて、こんな憧れのバイクに初見で乗れちゃうんだという逆に親しみを持つことができました。年式的にもいい意味で素直な乗り物、 ABS とか電子制御がない素のバイクなので、バイクに乗る楽しさというのを十分に感じることができます。コーナリングやシフトフィールが一癖も二癖もあるバイクではありますが、こういうバイクに乗ると決めたならゆっくりと時間をかけてこの個体に対して理解して、たまには自分でできる整備なんかもやったりして、見た目からしてプラグ交換、タペット調整などやりやすそうですし、キャブいじりも楽しいと思います。いやー、やっぱりカフェレーサーはかっこいいですね。いつかはカフェレーサーを作りたいと考えている人はぜひお店に相談してみてください。シートがやばい。